様こんにちは、セリナです。今回は4月28日発売、4月21日より一部店舗とオンラインで先行発売をしているディオールサマーコレクション2023よりサンククルルクチュールの限定色233エデンロック533リバージュ、ディオールスキンフォーエバークチュールルミナイザーの限定色001ゴールデンクルーズ、002コーラルクルーズ、そしてディオールアディクトリップマキシマイザーの限定色043のロゼをご紹介していきます。ディオールのコレクションは毎回かなり人気になるので、今回は先行発売を行っていたので一足早くご紹介させていただきます。特に今回のサンククルルクチュールは夏らしいオレンジやブルーがキーカラーになっているので、実際にまぶたの上にのせてみるとどんな感じの発色なのか、各パレット1色ずつの単色塗りをお見せして、クチュールルミナイザーは001番と002番の違いを室内の白い光、黄色い光、そして自然光での見え方の違いもご紹介した後、今回のコレクションを使ったメイクルックを2パターンご紹介していきますので、少しでもカラー選びの参考になれば嬉しいです。こちらのチャンネルでは他にも新作のコスメを中心にご紹介しておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。ディオールサマーコレクション2023、日差しがあふれリラックスした優雅な時間が流れるリゾート地フレンチリビエラからインスピレーションを受け、ナチュラルで明るく輝くカラーが詰まったサマーコレクション2023を提案。限定デザインが施されたアイシャドウパレットをはじめ、リップやネイルなど太陽の光の下で美しく輝くゴールデンブラウン、ディープブルー、サニーオレンジ、偏光アイボリーのコントラストで一人一人の美しさを引き立てる夏のルックを叶えます。まずご紹介していくのはこちら、サンククルルクチュールの限定色233のエデンロックと533のリバージュ、ディオールメイクアップのマストハブサンククルルクチュールから夏の目元を彩る2つのサマーハーモニーが登場します。フレンチリビエラの夏の日差しに映える唯一無二なサマートーンを表現。夏らしいディープブルーやサニーオレンジが主役の2種のパレットは、どちらも美しいハーモニーを奏でるクチュールらしい配色が魅力です。233のエデンロックはゴールデンコーラル、かすかにピンクやゴールドに変更するアイボリー、パーリーブロンズ、コッパーブラウンに夏らしいディープブルーのハーモニー。533のリバージュはイエローゴールド、ピンクゴールドに変更するホワイトサンド、ブリックオレンジ、アンバー、チェスナットブラウンの自然なグラデーションで夏の日差しに入る眼差しを演出するハーモニー。続いてディオールスキンフォーエバークチュールルミナイザーの限定色。この夏限定のディオールスキンフォーエバークチュールルミナイザーは、パウダー部分にクリスチャン・ディオールのロゴをデザインした魅力的なクチュールモチーフで登場します。ディオールが提案する夏のムードやカラーパレットから着想を得て完成させた2つのサマーシェード。太陽が輝くゴールドクリスタルとイリディセントな輝きが美しいコーラルピンクが夏の肌を明るく際立たせます。001ゴールデンクルーズは太陽のきらめきあふれるゴールド。002コーラルクルーズはパールの輝きを放つコーラルピンク。そして最後はこちら、ディオールアディクトリップマキシマイザーの限定色。潤いとふっくらボリュームアップをもたらす大人気のリッププランパー、ディオールアディクトリップマキシマイザーがクールなセンセーションはそのままに自然由来のフォーミュラに進化して登場します。
チェリーオイルとヒアルロン酸をたっぷりと配合した処方は 90% が自然由来成分で構成。今回は3色発売された限定色のうち043番のロゼのカラーをご紹介していきます。それではそれぞれのアイテムを実際に塗ってみてどんな感じなのか見ていきたいと思います。まずはこちら、ディオールアディクトリップマキシマイザーの限定色043ロゼのカラーです。今回マキシマイザーから限定色として3色が発売されましたが、店頭で見た感じ一番可愛いなと感じたこちらのカラーを購入してみました。テクスチャーや塗り心地などは定番のタイプと変わらずで、こちらのロゼのカラーには特にラメなどは入っていなくて、グロスのつるんとした質感が乗るようなタイプです。はい、マキシマイザーの限定色043のロゼはこんな感じのカラーです。ベースのカラーとしては明るめのピンクベージュという感じでしたが、マキシマイザーにはプランプ効果があるので唇の血色感がアップする分、実際に唇の上にのせてみると程よい血色感も感じるような大人っぽいローズベージュのカラーになりました。少し白っぽい印象になってしまうかなと思いましたが、程よい血色感が出てくれるのでとても使いやすかったです。可愛らしいカラーですが大人っぽさも出てすごく素敵だと思います。では続いてサンククルールクチュールの限定色、まずは233のエデンロックのカラーを1色ずつまぶたの上に単色塗りをしてどんな感じなのか見ていきたいと思います。まずはこちら左上のカラーです。今回の限定サンククルールクチュールは手元で見た感じ柔らかくて伸びの良い粉質で、発色はそこまで強すぎなかったので、こちらの233のパレットは一見難しそうな配色に感じますが、とても使いやすいんじゃないかなと思いました。まぶたの上にのせてもこんな感じでカラーが一気についてしまうということもなく、綺麗にパウダーが伸び広がってくれます。はい、まずは1色目、左上のカラーはこんな感じです。手元で見た時と同様、かなり伸びの良い粉質だったので、指に取ったものを何とかしっかりと重ねましたが、こんな感じで程よく発色しつつもカラーの濃さを調整しやすいタイプのアイシャドウでした。イエロー寄りの明るめのオレンジに同系色のような微細なパールが輝いているカラーですが、少し白っぽさも感じるような柔らかいカラーなので、強すぎるオレンジではなくてとても可愛いと思います。続いて右上のカラー、2色目はこんな感じでまぶたの上にのせると見た目よりもパールの艶めきをしっかりと感じられるようなカラーです。細かいラメもチラチラとしていてとても可愛いです。はい、2色目、右上のカラーはこんな感じです。パレット上で見るとこちらのカラーなので、そんなにパールやラメのきらめきは強くないのかなと思いましたが、実際にまぶたの上にのせてみると、パールの艶めきと微細なラメがキラキラと輝くようなカラーでした。ベースは明るめのホワイトカラーですが、角度によってかすかにパールがピンクっぽく光る感じがするので、肌から浮く感じがしなくて使いやすいです。1色目と2色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。続いて中央のカラーです。中央のカラーは上の2色よりもさらにつるんとしていて伸ばしやすいテクスチャーに感じます。こちらにもパールがしっかりと入っていて、この艶めきがとても綺麗です。見た目よりも意外と濃く発色しないので、指で塗っても全然使いやすいです。はい、3色目、中央のカラーはこんな感じです。2色目よりもさらにパールによる艶めきがしっかりと感じられます。カラーとしては柔らかいブラウン系ですが、こちらにも少しピンクっぽいニュアンスを感じるのと、そこまで発色が強すぎないので、こんな感じで単色で仕上げてもとても可愛いなと思いました。
パールによる立体感も綺麗に出ています。続いて左下のカラーです。今回こちらのブルーのカラーがどんな感じの発色になるのか気になっているという方も多いんじゃないでしょうか。他の3色に比べると少し発色がしっかりとしている感じがするので、少量ずつ塗っていくのがおすすめです。でもこんな感じで伸びの良い粉質なので、綺麗に伸び広がってくれて、指で塗っても全然問題なく使いやすいです。くすみ感のあるかなり深めのブルーなので、とてもおしゃれなカラーですね。はい、4色目、左下のカラーはこんな感じです。他のカラーよりもパール感が抑えめだったので、比較的しっかりとカラーが乗るかなと思いましたが、伸びが良い粉質だったので、カラーが溜まってしまうということもなく、塗りやすかったです。かなり深みがあって、くすみ感もあるようなブルーだったので、全然派手すぎる感じにはならなくて、ブラウンなどの締め色の代わりとしてもかなり使いやすいんじゃないかなと思いました。すごく大人っぽいカラーで素敵です。3色目と4色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。最後、右下のカラーです。最後のカラーはこんな感じで、こちらも先ほど塗ったブルーと同様、結構発色がしっかりとしているタイプです。締め色にも使えそうですが、こちらにもパールの艶めきが効いているので、そこまで暗くなりすぎない印象ですね。はい、最後、右下のカラーはこんな感じです。深みのあるブラウン系のカラーですが、パールがしっかりと効いているので、暗くなりすぎずに使いやすそうなカラーです。そしてこちらの中央のカラーと結構似ているかなと感じたので、反対側のまぶたに中央のブラウンを塗ってみましたが、比較してみるとこんな感じで、色の深みだったり、カラーのニュアンスが全然違かったです。中央のカラーの方がかなり明るめで、オレンジピンクのようなニュアンスに光るのに対して、右下のカラーは深みのあるブラウンという感じの発色でした。ただ、カラーのトーン自体は似ている感じがするので、この2色でもグラデーションが作りやすいんじゃないかなと思います。右下のカラー引きで見るとこんな感じです。はい、まず233のエデンロックのカラー、単色塗りで見るとこんな感じでした。全体的にしっとりとしていて伸びの良い粉質だったので、カラーが一気についてしまうということもなく、とても使いやすかったのと、上品なパールの艶めきがとても綺麗でした。そしてこちらのブルーのカラーもくすみ感と深みがある大人っぽいカラーだったので、ブラウンニュアンスの中にいいアクセントを加えてくれそうだなと思いました。では続いて533のリバージュ単色塗りでカラーをご紹介していきます。まずこちら左上のカラーです。1色目はこんな感じで、パレットの見た目だとかなり明るめのホワイトカラーに感じますが、まぶたの上にのせると意外と肌なじみがいいです。はい、1色目左上のカラーはこんな感じです。233のパレットに入っていたホワイトカラーよりももう少しシアーでパール感が抑えめですが、こちらのカラーにも顔を動かすとキラッとほのかなピンクのパールが光る感じがします。ホワイトカラーが浮く感じはせずに、自然にまぶたのトーンを明るく見せてくれて、ベースとしても使いやすいカラーです。続いて右上のカラー。こちらのカラーは、パレットの見た目通りの少しくすみ感も感じるようなイエローゴールドですね。すごく大人っぽいですが、絶妙に柔らかさがあって可愛いです。はい、2色目右上のカラーはこんな感じです。少しくすみ感のあるようなイエローゴールドのベースに、こちらにも同系色のパールの艶めきを感じられました。夏らしいカラーですが、くすみ感と柔らかさがあるので、子供っぽくなりすぎずに使いやすそうです。今回のコレクションは全体的に
柔らかいニュアンスのカラーが多くて可愛いですね。1色目と2色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。続いて中央のカラーです。こちらのカラーは先ほどの上2色よりもしっかりと発色する感じがします。柔らかいベージュブラウンのようなカラーで、夏らしさもありますが、ベーシックなメイクにもとても使いやすそうです。はい、3色目、中央のカラーはこんな感じです。少しだけオレンジニュアンスも感じるような柔らかいベージュブラウンのカラーで、自然に目元に陰影をつけてくれるので、ナチュラルなメイクを楽しみたいという時にも活躍してくれそうです。続いて左下のカラー。こちらはパレットの見た目通りの明るいオレンジカラーですね。ただこの左下のカラーも発色はかなりナチュラルなので、533のパレットは先ほどご紹介した233のパレットよりもさらに発色がシアーでナチュラルな感じがします。はい、4色目、左下のカラーはこんな感じです。指でしっかりと何度か塗り重ねましたが、それでもこんな感じの発色でかなりシアーなタイプでした。明るくて柔らかいオレンジカラーのベースに同系色のパールがしっかりと効いているので、柔らかい印象のカラーですが、単色塗りでもちゃんと目元に立体感を出してくれます。3色目と4色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。最後、右下のカラーです。最後のカラーは意外としっかりと発色するタイプですね。こちらはまぶたにのせてみるとピンクブラウンのようなカラーですごくおしゃれです。はい、5色目、右下のカラーはこんな感じでした。パレットで見るとこんな感じのカラーなので、ベーシックなブラウン系だと思っていましたが、パープルのニュアンスも感じるようなピンクブラウンで、こちらにも絶妙なくすみ感があってすごく可愛いです。最後のカラーは発色がしっかりとしていたので、今回のパレットを引き締めるアクセントにもなってくれそうだなと思いました。引きで見るとこんな感じです。はい、533リバージュのカラーは単色塗りで見るとこんな感じでした。233のパレットよりもさらにシアーな発色だったので、ナチュラルなメイクを楽しみたいという方や、ベーシックなメイクを楽しみたいなど、日常使いにも楽しめそうなパレットでした。限定コレクションだけど使いやすいからというところは嬉しいですよね。では続いて、フォーエバーアクチュールルミナイザーの限定色001番と002番をそれぞれ半缶ずつに塗って比較してみたいと思います。今回の限定デザインもものすごく可愛いですよね。まずはこちら側に001番を塗ってみます。こちらは太陽のきらめきあふれるゴールドというカラー説明で、手元で見た時もそこまでゴールドが強すぎなくて肌なじみのいいカラーだなと思いましたが、肌の上にのせてもこんな感じでヘルシーな印象になりすぎずに、肌なじみが良くパールの艶を感じられるようなカラーです。はい、001はこんな感じです。ヘルシーなゴールドカラーというよりも、肌なじみの良いベージュゴールドのようなニュアンスに光るので、程よく透明感も出て、すごく使いやすいなと思いました。ラメのきらめきというよりも、パールのきらめきでつるんとした肌に見せてくれるようなタイプのハイライトなので、近くで見てもこんな感じでギラつく感じがしないです。しっとりとしていて軽いテクスチャーなので、毛穴落ちも気になりにくいタイプです。続いて反対側に002番を塗ってみます。見た目だと結構しっかりコーラルピンクのカラーがついているので、肌にのせるとどんな感じなのかなと気になっていましたが、ほんのりと血色感が乗る感じですごく可愛いです。はい、こちら側に002番のコーラルクルーズを塗ってみました。
パールの輝きを放つコーラルピンクというカラー説明の通り、血色感のあるコーラルピンクのベースに、こちらにはゴールドの強いパールと微細ラメのきらめきを感じます。カラーがしっかりと出るように何度かしっかりと重ねてみましたが、ベースのコーラルカラーはそこまで強すぎないです。こうして比較してみると、001よりも002の方がゴールドに光る感じがするので、よりヘルシーな印象に仕上がっているなと思いました。近くで見るとより002番の方がパールやラメ感が強い感じがわかるかなと思います。室内のライトを黄色い光に変えてみました。黄色い光で見ると001も少しゴールドっぽく光る感じがわかるかなと思いますが、それでもかなり肌なじみが良くて、反対に002は黄色い光で見るとよりヘルシーなピンクコーラルカラーなのがわかりやすいと思います。はい、外の自然光で撮影しています。今日は曇っているのでハイライトのツヤ感はあまりわからないかなと思いますが、自然光で見るとそれぞれのベースのカラーがよりわかりやすいかなと思います。ではここからは今回のコレクションを使ったメイクルックを2パターンご紹介していきます。まず1つ目のメイクはサンククルールクチュールの233エデンロックの中央のカラーを指に取ってアイホール全体にのせていきます。このカラーのパール感がものすごく可愛かったです。続いて右下のカラーを指に取って上まぶたの目の際から締め色として塗っていきます。この2色のグラデーションもベーシックな感じでとても可愛いと思います。今回のパレットにはブラウン系もしっかりと入っているので、いろいろなパターンが楽しめるところがいいですよね。続いて左下のカラーを指に取って上まぶたの目尻3分の1にのせていきます。くすみ感のある深いブルーなので、こんな感じで締め色代わりに塗っても浮く感じがしないのと、ベースにブラウン系のカラーをのせていることでより馴染みやすく使えます。ブラウンとブルーの組み合わせもおしゃれでいいですね。続いて付属のチップの太い面に左上のカラーを取って下まぶた全体に入れていきます。最後チップの細い面に右上のカラーを取って目頭くの字にホワイトを入れていきます。パールが効いているホワイトなので一気に目元を明るく見せてくれます。続いてフォーエバークチュールルミナイザーの001番をブラシに取って C ゾーンに入れていきます。はい、こんな感じで1つ目のメイクルックが完成しました。サンククルルクチュールの522のカラーはこのブルーが少し難しそうだなと感じられる方も多いと思いますが、意外とまぶたの上にのせてみるとしっかりブルーが乗るという感じではなく、深みとくすみのあるような綺麗に馴染んでくれるブルーだったので、あえて目尻3分の1にしっかりと発色させてみました。ベースにブラウン系などを仕込んでおくとより使いやすくなって程よくアクセントを与えてくれてすごく素敵だなと思いました。上まぶたは深みのあるカラーで仕上げた分、下まぶたに明るさのあるオレンジや目頭くの字にホワイトを入れることでバランスをとっています。目元にしっかりとカラーを使ったので、ハイライトはベーシックな001番で合わせてみました。リップのヌーディー感とも相性が良くてとても可愛いですよね。大人っぽい夏のブルーメイクが楽しめるパレットでした。では続いて2パターン目のメイクルックです。
サンククルールクチュール533リバージュの左上のカラーを指に取ってアイホール全体にベースとして塗っていきます。こちらはホワイトカラーが強すぎなくてすごくシアーなので絶妙にまぶたのくすみを飛ばしてくれてベースのカラーにすごく向いているなと思いました。伸びの良い粉質なのでとても塗りやすいです。続いて左下のカラーを指に取って上から全体に重ねていきます。このオレンジ単色でもとても柔らかいですが、ベースにホワイトカラーを塗っておくとよりこのホワイトカラーのパール感と合わさって柔らかさが増してくれます。続いて右下のカラーを指に取って目の際に締め色として塗っていきます。このオレンジと少しパープルニュアンスも感じるようなピンクブラウンの組み合わせがベーシックですがこなれ感があっておしゃれですよね。続いて右上のカラーを指に取って黒目の中心にトントンと重ねていきます。最後、付属のチップの太い面に中央のカラーを取って下まぶた全体に塗っていきます。ブラウンカラーですがシアーなのとパール感も効いているので下まぶたに塗っても暗くなりすぎずに使いやすいです。クチュールルミナイザーの002番をブラシに取ってC ゾーンに少し広めにハイライトとして塗っていきます。はい、こんな感じで2パターン目のメイクルックが完成しました。サンククルルクチュールの533は単色塗りで見た時もかなりシアーでナチュラルなカラーだったので何色か組み合わせてもこんな感じでナチュラルな仕上がりでした。カラーもベーシックなブラウンニュアンスですが柔らかいオレンジやイエローなども入っているのでこなれ感も感じる仕上がりになりました。パールの艶めきをしっかりと感じることができるので目元に立体感も出してくれるところがすごく綺麗ですよね。アイメイクはナチュラルな分ハイライトでしっかりと血色感を出して全体のバランスをとってみました。こちらのアイシャドウは普段使いもしやすそうでいいですね。はい、ではこんな感じで4月28日数量限定発売、4月21日より先行発売を行っているディオールのサマーコレクション2023からサンククルルクチュールの限定色2色とフォーエバークチュールルミナイザーの限定色2色、そしてマキシマイザーの限定色1色をご紹介していきました。今回のサンククルルクチュールは一見組み合わせが難しそうな配色に見えましたが全体的にシアーで伸びの良い粉質だったのでものすごく使いやすかったのとどのカラーもくすみ感と柔らかさを感じるような色出しだったので少し派手になりそうかなというカラーもとても馴染みが良くて使いやすかったです。そして個人的にはマキシマイザーの043ロゼのカラーがしっかりとプランプ効果もあるのに血色感が強くなりすぎない絶妙なローズベージュのようなカラーなところがものすごく可愛くてお気に入りになりました。今回もかなり注目度の高いコレクションになると思うので気になった方はぜひお早めにチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたらお気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。